こんにちは。今回は角から編んでいくダイアゴナルステッチという編み方で小さなブランケットを作っていきます。膝にかけるようなサイズです。使用する糸はダイソーさんのポストカード、ピンクのオランダの花畑、80g で約450メートル。材質はアクリル 100%、使用かぎ針の目安は2号で、バーコード。手洗いができるそうです。で同じくダイソーさんのアクリルヤーン、アクリル 100% で色はオフホワイト、70g で約147メートル。使用かぎ針の目安は6号から 7.5 で、バーコード。これを1本ずつ2本一緒にして編んでいきます。針は 7mm を使います。2本の糸を一緒にして鎖編みをしていきます。鎖編みを6目、下から3つ目を軽く押さえます。で、あと3つで、指で押さえているところに長編みを1本、指で押さえているところは下から数えて3つ目、ここに長編みを1本、長編みなので絡めて、針を入れるところは2本の糸の下、表から針を入れます。で、糸を引き出して長編みで、隣の目にも長編みで、隣の目にも長編みこれで鎖と長編みが3本。これが今回四角になって模様になっていきます。次はこういう方向に鎖を伸ばしていく感じで、鎖を6個で、6個のうち下から3つ目を指で軽く押さえます。1、2、3押さえて、あと3つで、戻って指で押さえているところに長編み、押さえているところは下から3つ目、1、2、3、ここが数えにくい時には針から1、2、3、4つ目、次も今回はこの鎖と長編み3本で編んでいきます。次の目、これで鎖と長編みが3本で、こうするとぬいぐるみの足みたいのができたので、この片足、こっちから見ると左の足が上げる感じ、こうしてこのつま先にくっつけたいので動かして、この鎖
鎖と長編みの間のこの細長いスリット、ここに針を入れて引き抜き編みでくっつけます。で引き抜いて、これで四角と四角がくっつきました。で次はここに四角を作っていきます。まず鎖を3つ、1、3で足元のこのスリットに長編みを3本、今引き抜き編みをしたところ、これでまた四角ができました。次またこういう方向に鎖を6個、今度はこっちに四角を作っていきます。で鎖を6個、6個のうち下から3つ目を指で軽く押さえます。押さえて、あと3つで指で押さえているところに長編み、その次で最後これでまた鎖と長編み3本で、またこの部分がぬいぐるみの足みたいになったので、片足を上げてこれをくっつけます。このスリットに針を入れて引き抜き編み、でまた四角を作るので鎖3つで長編み3本、で四角ができたので次のスリット、この隣のスリットに針を入れて引き抜き編み、これでくっつきました。でこの上にもう一つ四角、これで四角で、次またこっち方向に鎖と四角を作っていきます。鎖を6個、3つ目を指で押さえます。あと3つ指で押さえているところに長編み、
でもう一つ、これで長編み3本で、またぬいぐるみの足、片足を上げてでくっつけます。このスリットに引き抜き編み、上まで編んだら、今までは鎖6個を編んで四角を作ってきたんですが、ここでこの幅の分を止めて角を作りながら、このブランケットの幅になるところを作っていきます。好みの幅になったら、ここで止めていく方法で編んでいきます。こっちは長さになる分で、こっちは幅、だいたい60センチにしたかったらそれぐらいでこの編み方を始めます。で、鎖を3つ、1、裏返します。で、下の四角のスリットに針を入れます。鎖3つのすぐ後にスリット、こういう感じでここにスリットがあるので、引き抜き編み、でこれが角になります。これが角で、ここも角で、この幅になります。で、今までと同じように四角を作っていきます。鎖3つと長編み3本で、スリットに長編み、で次のスリット引き抜きます。でこれで四角ができました。でここが角になっているので、分かりやすいようにこっち側にマーカーをつけておきます。でまた四角を続けていきます。でここでは角を作ったんですが、こっちでは長方形にしたいので、もう少し長さを出していきたいので、角を作らずにもうしばらく編んでいきます。60、90センチぐらいにしたいときには、このまま90センチになるまで編んでいきます。でそれからこっち側と同じように角を作って、でおしまいにします。
でこの今作った角にかかった毛糸の量を覚えておきます。これを覚えておいて、後で最後に終わりにする角のこの時に必要な毛糸の量を残しておきたいので、この部分と同じ長さになるので、その分を残しておくように覚えておきます。でこの間を編んでいきます。間はずっと今までと同じです。鎖3つで長編みでまたスリットで上のところまで来ました。こっち側はまだ長くしていきたいので、鎖6個で指で押さえて長編みで四角を作ります。でまたぬいぐるみの足、片方を上げてでくっつけます。で四角を作っていきます。でここまで来たらまた留める編み方をしていきます。こっちまで編んでいきます。ここがさっき作った角です。このラインよりも上まで編まないようにします。このラインで折り返して長方形を作っていきます。で隣のスリット、ここに針を入れて引き抜きます。で鎖を3つで裏返します。で今作った四角のスリット、ここに針を入れて引き抜きます。ここが今作った四角、引き抜いたら今度はこういうふうに四角を作っていきます。今までと同じように鎖を3つスリットに針を入れて長編みを3本、こう編んできたら今度はここを角にします。今四角を編んできてその隣を角にします。
ここで留めたいので、隣のスリットで、こっちに四角を作らないで、ここでストップします。鎖を3つで裏返します。で、今編んだ四角のスリット、ここに引き抜きます。で、今度こっちに編んでいきます。今までと同じように鎖3つでスリット、で次隣のスリット、でここでまたこのラインで留めたいので、隣のスリットに引き抜いてから鎖を3つで裏返します。今作った四角のスリットで、ここに四角で、隣のスリットで、これで四角ができたんですが、ここに鎖をつけたいので、もう一回鎖3つで裏返します。で、最後の四角に最後の鎖、またこのスリットにこれで終わりです。4つの角ができて長方形ができました。糸を切るので鎖1つを編むようにして、これを隠していきます。長方形になったら出来上がりです。四隅もきれいに出来上がりました。このままですごく可愛いんですが、これに縁を編んでいこうかなと思います。縁を編むとすごい楽しい感じになると思います。なくても大丈夫なので、ここからはお好みで足してみてください。角から数えて1つ目の四角と2つ目の四角の間、ここに針を入れて糸を引き出します。一回引き出してしまって結んで、同じところに針を入れて鎖を編んでいきます。鎖を3つ
3つ目を指で押さえて鎖をあと2つ、1、指で押さえている下から3つ目の鎖、ここに針を入れて未完成の中長編み。未完成の中長編みは絡めて指で押さえているところ、表の2本の糸の下で糸を引き出します。これが未完成の中長編み。これを全部で5回繰り返します。押さえて押さえて、これが2回目、次は3回目、4回目、5回目、でこれを一度に引き抜きます。出ているところを押さえて一度に引き抜きます。これを鎖一つでギュッとまとめます。で鎖をあと2つ、1、2、これでまとめたのが1つ、あと2つで、次足元は四角を2つ飛ばします。1、2で次のスリット、また同じように引き抜いて鎖を3つ、指で押さえて未完成の中長編み、5回、これを一度に引き抜きます。鎖一つでギュッとまとめます。で鎖をあと2つ、1、2でまとめたのと2つ、足元は2つ飛ばします。1、2で次のスリット、ここに引き抜いて鎖を3つ、3つ目に未完成の中長編み、で引き抜きます。5回糸を引き出したら引き抜きます。でギュッとまとめて、あと鎖を2つ、1、2で足元は四角を2つ飛ばして、でこれを繰り返していきます。鎖3つ、次の角まで来ました。足元2つ飛ばすとこの目になります。
こで丸を作った後に角の目、一番隅の目、引き抜いてくっつけます。で次は最初に始めたようにここに一つ丸を作りたいので、鎖の数をちょっと減らします。鎖を2つ、2つ目に中長編み、未完成の中長編み5回、で鎖一つでまとめて、で鎖をもう一つ、まとめたのと鎖一つで、次の一つ目と二つ目の間に引き抜きます。これで最初に始めたところと同じ状態になったので、始めの時と同じように編んでいきます。最初の1つ目と2つ目の間に引き抜いていて、ここからは鎖を3つ、3つ目に未完成の中長編み、これでさっきと同じように次の角まで丸を作っていきます。角では今と同じように角の目に引き抜いて、ここでは鎖2つ編んで、未完成の中長編みでまとめたのが1つともう1つ鎖と短い丸を作ります。角では毎回こういう感じで編んでいきます。でぐるっと編んで最初のところまで戻ってきます。ぐるっと一周してきたら最初の糸を出したところに引き抜きます。最初に糸を出してきたのはここに針を入れて引き抜きます。で鎖一つを編むように糸を切って針で糸始末をします。最後は一杯出来上がりました。かわいい。で目立たないところに他のところも糸始末をします。これで出来上がりです。
サイズは飾りを含めて60センチの90センチ、ちょうどいいサイズになりました。角から編み始めでできた斜めのラインと、あと鎖3つと長編み3本でできた四角のちょっとくぼんでいるところがすごく可愛く出来上がりました。あとカラフルな色と丸い飾りとすごく楽しい感じのブランケットになりました。最後までご視聴ありがとうございました。